皆さんこんにちは、あやこキッチンです。本当にお久しぶりです。本日はこちらのヒレカツの作り方を紹介していきます。ちょっと日本に詳しい方はあれこれとんかつじゃないのって思ったかもしれないんですけど、ヒレカツというのは豚のヒレ肉を使ったとんかつで、日本で一般的にとんかつと指すものは豚のロース肉を使います。今までとんかつのレシピが知りたいっていうリクエストがちょこちょこあったんですけど、なんでそれを今までやらなかったかっていうと、ヨーロッパで一般的に手に入るロース肉でとんかつ揚げても本当に美味しくならないから。まずはもう作り方を紹介していきますので、やりながらいろいろ説明していきます。はい、こちらはヨーロッパの大手スーパーリドルで買った豚のヒレ肉です。ちょっとね、こうやってペーパーで最初巻いて、この余分な水分、臭み取っていきます。さっきどうしてヨーロッパのロース肉でとんかつやっても美味しくないかって言ったかというと、豚そのものの品種の違いにあると思います。とにかくとんかつ揚げてもお肉が硬くなっちゃうんですね。はい、こちらヨーロッパの一般的な豚のロース肉と日本のとんかつ用の豚のロース肉、ちょっと見比べてみて何が違うって分かりますか？ヨーロッパのやつって赤身の部分に油のサシがちょっと少ないんですよ。だから揚げた時にギュッと締まって硬くなっちゃうんだと思うんです。で、日本ってとんかつ用のトンロースがスーパーでちゃんと売ってる。で、しかも何個かグレードが用意されてて、豚の品種も選べたりする。そこの違いだいぶ大きいと思います。豚肉はだいたい 3,4 センチの厚さに切ってください。ヒレ肉はきめが細かくて筋肉のほとんどない部位ですので、だから厚く切ってもそんなに硬くなりにくい。そしてさらにフォークでブスブスブスって刺して筋切りしていきます。ヨーロッパのヒレ肉も日本のものに比べたら少し硬いような気がするんですよね。だからこの作業とても大事です。これすることによって噛んだ時の歯切れも良くなります。はい、塩コショウですね。両面にやってください。小麦粉にまぶしていきます。豚肉にまんべんなく小麦粉がつくようにします。そして余分な小麦粉は最後はたく。なるべくまんべんなくだけど薄付きで。で、もしあればなんですけど、塩コショウじゃなくて塩麹で30分ぐらい揉んでつき置きしておくのがおすすめ。塩麹はお米で作られている発酵調味料です。オンラインだったら多分手に入ります。はい、溶き卵、卵液に豚肉くぐらせたらパン粉くっつけていくんですけど、しっかりパン粉かぶせてギュッて密着させてください。で、この余ったパン粉は冷凍しておけば次回に使うことができます。こうやって卵液余っちゃった時はもう味噌汁にぶち込む。海外の方って卵余っちゃった時ってどうしてるの？はい、とんかつにはキャベツで、さっき調べたんですけど、日本でブランド豚っていうのはそれぞれの養豚場で飼育環境、飼料すごくこだわって育てられている豚、それが約400種類ぐらいあるそうです。日本ってとんかつ屋さんがあるんですけど、とんかつ屋さんがこだわって厳選したブランド豚でのとんかつが食べれたりする。本当に美味しいの。だけどヨーロッパで一般のスーパーで豚の品種を選んでっていうのがなかなか難しいから、今回はヒレ肉を使ってます。で、もしヨーロッパでどうしてもロース肉でとんかつ揚げたいんだってなったら、マンガリッツァポークとかだったら美味しくできると思います。
だいたい2分半ぐらい揚げたところですね。一回ひっくり返します。揚げ物全般そうなんですけど、油の表面で少し止めると油切れが良くなります。揚げ終わったら揚げかすきちんと取り除いて次のとんかつを入れる。じゃあまずこのとんかつにこのとんかつソースかけます。まあ、多分日本人の 90% はやると思うんですけど、ここにもソースで、あとはお好みでマヨとからしと一緒に食べても OK。 ちょっとからしのっけて、とんかつとこのキャベツも一緒に。日本人の食べ方はこんな感じ。これ次の日なんですけどね、ヒレカツが残っちゃった時によくやるんですけど、旦那のお弁当にカツ丼作るんです。これはめんつゆ、玉ねぎ入れた中にめんつゆ、そしてカツも入れて蓋しちゃいます。溶き卵用意して、ちょうどいい頃合いで溶き卵を流す。蓋閉める。でこのぐらいまだ半熟でジュクジュクって残ってるぐらいが多分日本人が好きな硬さなんですけど、私のポーランド人の旦那はまあ無理でしょうね。完全に火を通します。もう文化が違う。これは明日の旦那のお弁当。ぜひやってみてね。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。